LS320。ドラマモルモーンに買ってもらいました。嘘です。ディープクールの簡易水冷です。七夕にお願いしたら届きます。前回の動画から制作を始めた。オリジナル水冷のベンチマークにしようと思います。ディープクールの製品、評判が上々なので、レビューも兼ねて、ちょうど良いかなと。今回ゲットしたのは、ラジエータが一番短い LS320 というモデル。こいつなら、あいつにぴったりのは。レビュー動画らしく、LS320 をちょっと紹介。ラジエータは 120mm ファンがぴったりのやつで、厚さは 27mm でした。取り外しできそうなキャップがついているので、冷媒の補充もできるかもしれないです。ウォーターポンプは同ベース。で、パッと見で気になるのがこれ。インフィニティミラーポンプデザインというらしいです。ライティングするとかっこよさげ。あ、偶然、映り込んでしまいましたが、日本ヤスリ協会のオリジナル T シャツ、絶賛販売中なので買うべきだと思います。で、使用するケースはもちろんこの人。デスクミニ。これまでの改造でちょうど良い穴が開いているので、ラジエーターさえ搭載できれば、どうにかなるはず。どうにかなりました。これはもう、このために設計されたんじゃ。というぐらいのフィット感。ということで、加工していきます。と言っても、今回は穴を4つ開けるだけの簡単なお仕事。ヤスリ協会会長の、のしけしの手によれば、秒で穴が開きます。マンダム。で、埼玉県に自生している、その辺のネジを取り付けて、できました。ラジエーターとの隙間は 15mm ぐらいです。これで、マザボの台座を取り付けすれば、はい、完勝しました。邪魔者は排除するのみですね。マッキーで目安をつけて、ユーターでぶった切ります。もちろん、仕上げでヤスリは欠かせません。あとナットは、秩父に自生している小ぶりのものに変えときます。パーペキです。マザーボードを取り付けます。CPU は、Ryzen 7 Pro 4750G。リテンションキットは AM4 用を使います。マザーボードの収まり具合はこんな感じ。ポンプにリテンションキットを取り付けて、合体。CPU グリースは MX4 を使用しています。ホースの根元が稼働するので、取り付けは意外と簡単です。ぐらつきなし。ホースをパカッとすれば、ポンプがよく見えます。横から見るとこんな感じ。ケースからポンプがはみ出ているのが、オツ、ですね。ファンを専用のネジで取り付けます。この専用のネジはよくできていて、適切なトルクで締めると、断面がフラットになります。最後に配線をして完了なのですが、デスクミニに取り付ける場合は注意が必要です。ポンプの電源は、CPU ファンの 12V から取れるのですが、LED の 12V を、どこからか供給させる必要があります。今回は CPU ファン2の 12V から供給することに。ファンから出ているコネクタをこのように配線しています。完成です。超コンパクトな水冷 PC が出来上がりました。これはもう、世界最小水冷 PC と言ってもいいのでは。早速、電源を投入してみます。スイッチ、オン。
無問題で起動できました。LED もちゃんと光っています。別アングルで。ファンの LED も、ご機嫌なようです。正面から。意味があるのかわかりませんが、真ん中のプレートは回転するようです。大きさは、奥行きが15センチといったところでしょうか。本体とラジエーターの間に、隙間が必要なので、これは致し方がないことです。高さも15センチなので、ほぼ立方体ですね。いかがだったでしょうか？皆さんもディープクールの LS320 で、かっこいい水冷 PC を作ってみてください。あまりに仕上がりが良かったので、すっかり、性能のことを忘れていました。CPU-Z で負荷をかけた時の温度がこちら。5分後の温度は63度でサチュレートしています。現状の最強空冷 AK400 が64度だったので、LS320 の方が多少冷却性能が良いようです。ディープクールの水冷シリーズには、ラジエーターのサイズが大きい、LS520 などもあるので、冷却性能重視ならそちらをチョイスしてもいいですね。次回はオリジナル水冷の続きをやろうと思います。のすけのオリジナル水冷は LS320 に勝てるのか？乞うご期待、でお待ちください。